はい、どうもこんにちは。カズチャンネルのカズです。今日はですね、キーンベック病という僕が、かかった病気、これ難病らしいんですけども、これについてですね、お話をしたいと思います。実はですね、このキーンベック病、僕もですね、病院に行ってこの診断が下るまで約1年間他の先生方には見つけることができなかったという珍しい病気なんですね。まずですね、事の発端をお話しさせていただきますと、手首をくじいたんです。右手の手首をくじきまして、初め捻挫かなと思うぐらいの感じでした。湿布を貼ったり、そういったことをやりまして、でもですね、一向に治る気配がないんですね。ただですね、痛みはそれほど強くなかったんです。でもあまりにも治んないので、ちょっと一回その接骨院なり、もしかしたら骨が折れてるかもしれないと思って、それはないかなと思いながらも、用心をして、病院に行ったんですね。整形外科に行って、レントゲンも取ってもらいまして、やっぱ骨には異常ないよと。ああ、なるほど、やっぱ確かに動くし、と思ったんですが、もう手首をですね、こうやって曲げたりするのがもうものすごく痛かったんですよ。なんか普通に足首の捻挫みたいな感じですね。で、なんか手首が本当にもう、こうやって動かすのも痛いぐらいで。で、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月と治んなかったんです。で、挙句の果てにですね、もう半年超えても治らずに、痛みはどんどんひどくなっていくんですね。これ本当おかしいわと思いながら、もうその当時ですね、3ヶ月を過ぎた頃に、もう違う病院に2軒3軒目と、セカンドオピニオン、サードオピニオンも行きました。やっぱりね、わからないんですよ。異常ないと。で、それほど、珍しい病気ということなんですよね。で、このキーンベック病っていう病気は、月状骨という、手のこの真ん中にある骨っていうんですかね。もう、これですね、一番最後約1年かけて一番最後にたどり着いた病院が、かなり大きい病院だったんです。で、そこからですね、これはもしかしたら難病かもしれないということで、手の専門の外科をですね、紹介しますということで、紹介状を書いていただいたんですね。で、その先生がですね、実はもう、私埼玉に住んでるんですけど、もう九州の先生なんですよ。で、もう僕としてはもうその熊本でもぜひ行きたいと思ってたんですけども、その先生に、メールでご挨拶をさせていただいて、紹介状にですね、書いてある通り、まずメールで問い合わせをさせていただきまして、症状をお話しさせていただきましたところ、すごく丁重な返信をいただきまして、ぜひですね、神奈川にある、大きい病院なんですね。そこもかなり大きい病院なんですけど、そちらに私の師匠の先生がいるということで、ぜひそちらに一回行ってみてほしいということで、さらに紹介をいただいたんですね。で、その神奈川の某大手美容院に行きましたところ、そこには手の専門外科があるんですね。手専門の外科があって、病院があると。病院というか、その部署があると。で、そのところに行ってですね、その先生に紹介状をいただいた先生がかなり偉い先生で、教授の先生が出てきていただきまして、その先生に診断していただきましたところ、キーンベック病だということだったんですね。もうね、聞いた瞬間もう完全にもう何のこっちゃよく分かんなくて、ただそのカタカナのなんか病名を聞いた時にもう完全にこうやって明日のジョーになりました。もう真っ白になりましてね、これはほんとやばい病気かかっちゃったなと。で、その時にはもう最初に発生してからもう1年経ってますから、もう進行しまくってるわけですよね。誰も気づいてる。僕はもうちゃんと病院に行ってたけども、誰もちゃんとした診断をしてくれなかったんですね。でもこれはもうね、先生方のせいっていうよりは、またかなりやっぱり珍しい病気だったからなのかなというふうに思ってますが、もうちょっと早く発見できてれば、手術をしないで、装具と言われるですね、サポーターみたいなものを作るんですね。それぞれ。これ僕も作ったんです。しっかり肩取って。で、僕専用のそのサポーターみたいなものをして、生活をしていれば、もしかしたら改善した可能性があると。
でその時にですねそれを検索したんです。じゃあ体験談みたいなものがほとんどなくてですね、今でこそちょっとちらほらあるんですが、その当時僕が発見できたのって1件しかなかったんですね。でその人はですねやっぱり野球なんかもやってた方なんですけど、最終的にやっぱり野球とかそしてバイクに乗れなくなりましたって書いてあったんですね。僕ねバイク乗ってるんで、うわバイク乗れないのマジ嫌だなと、もうそれ超勘弁なんですけどぐらいの気持ちだったんです。でもう本当にちょっともう絶望しましてですね、で先生に話を聞いたところ、もうすぐ手術をしないともう良くないと、もう血流が悪くなってて周りの骨にも骨や関節にもですね悪影響が及んでるからと。で手術の内容がですね骨短縮術というですねまた恐ろしい病気で手術でですね、腕の骨ありますよね、この腕の骨をバコンって簡単に言うとですよ、だるま落としのように切断するんですよ。で切断してバーンってこうやってつなぐわけですね。でこうやってプレートが入ってボルトでパン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 ってやんないとこれ折れてますから、これをですね裏表こうやってプレートで止めるわけですよ。でだるま落としのように手首なんですかね、こうちょっと短くすることによってこの手首にですね隙間を作るんですね。ギュッと下げて、で隙間ができて血流を促して、ここにあるその月状骨、を骨壊死しているものに対して少しでも血流がいくようにして改善ができれば今よりもマシになるというですね、また恐ろしい手術をですねやることになったんですね。それですねこっからですねここまで、これ実は縫い傷があるんですよ。ちょっとあんまり目立たないような感じにもうなってますけれども、実はですねこれ結構長いんですね。しかも3回もですねプレートを外してボルトを外す手術をして、もう結果言うとですね完治までに6年かかりました。もうほんと勘弁でした。最初の2、3年はですね、最初の1年間はもうかなり定期的に来ました。入院して手術もしたんで。でですね、まずこのお話をすると、手術がですね、もうめちゃめちゃもう目覚めてからこれこうやってバーンって骨切断されてますから、骨が折れた状態になってるわけですよ。もう手術する前は純粋にこの手首が痛いだけで、確かにもうこういうこともできませんでしたし、もう手首は痛かったんです。こんなの絶対できなかったんですけど、この手首が痛いだけで済んでたんですね。でその後にもうこの手術終わったらここパーンってやられてですね、だるま落としでガンやられてこうプレートつけるわけですよ。ですので起きた時にはですね麻酔から目が覚めたら自分の骨が折れた状態になってるわけですよね。折れて折ってっていうか切断したんで結局折れてるのと一緒なんですよ。折れてこうやって止めてプレートで止めてますんで、もう腕が骨折した状態になってるわけですよ。目覚めてもちろんギブスしてますけどめちゃくちゃ痛くて、もう骨折の痛みですよ。で手術して傷の痛み、もう手首の痛みももちろんありますし、もう尋常じゃなかったんですね。でこれ僕1週間10日ぐらい入院したのかな。そう多分それぐらい入院したんですよ。でその後も23ヶ月ギブスしたまま過ごして、やっとギブスが外れて、なんかね本当に辛かったですね。で23ヶ月でそのギブスが外れた後も3ヶ月に1回半年に1回ぐらいですかね、最初のその初年度はですね頻繁に病院に行くわけです。経過観察で。で1年ぐらいしたらですねプレートを取りましょうと言ったにもかかわらずですね1年半ぐらいプレート取らなかったんですね。そしたらですよ、プレートが骨とくっついちゃってですね、ネジを外してもプレートが外れなかったんです。しかもですよ、このネジの山がですね1本舐めてしまって、回しても回してももうグリグリってもうドライバーが効かない形になってるんですよ。もうね最悪ですよ。で結局プレートが取れないって言われて締められたんです。おいおいと、も
何のためにじゃあここもう一回切ってねフラップしたのかと。で結局また縫われてまたそれ傷になって傷んでるわけですよ。もう冗談じゃないよと。でそこで結局もう取ってくださいっていう話をしたんですけど、やっぱり前回やってばっかりだからもうちょっと経たなきゃいけない。もうちょっと待ってると結局またそれでプレートと骨くっつくわけじゃないですか。もう悪循環ですよ。だから皆さんもしやったんだ、その手術をこれから控えてる方は必ず1年以内にプレート抜いてもらった方がいいですよ。僕それ分かんなかったんで先生の言われるままにやっちゃったんですけども、最終的にですね3回目、まあ2年目ぐらいですかね、またある程度この、こっちのこの傷が完治してからまたピーって切りましてですね、で結局フラップ開けて、その時はもう全身麻酔じゃなくて局所麻酔だったんですね。で先生の声とか器具の音とか全部聞こえるんですよ。でやっぱりダメだな、舐めちゃっててもうスクリューが回んないと、おいおい取ってくれと。もうじゃあヘッドを落としてネジだけ骨に残してプレートは取りましょうと。結局僕ね1本だけ残っちゃってるんですよ、スクリューが。もうね冗談じゃないと思いながらですね、もう本当に苦しい思いをしました。でここから結局ですよ、翌年2年目以降は、まあ2年目はこのプレート外し手術もしてますんで、やっぱり半年に1回とか4ヶ月に1回ぐらいかな、まあ、年に3回ぐらいは通院したんですね。34回。3年目以降は年に3回ぐらい経過観察で。4年目でそうですね、また年3回ぐらいかな。で5年目で年に2回ぐらい、6年目でやっぱ年に2回で完治なので、結局ね丸6年7年ぐらい6年ぐらいですかかりました。で結論から言うとですね、僕はバイクに乗ってます。それはね本当に良かったなと。もうこれバイクまで乗れなくなって、まあ、野球はね9人集まってる形じゃないとできないので、僕も機会があったらやりたいとは思いながらも、なかなかやっぱそういう環境に自分もいないですし、飛び込む勇気もないので、自分のその生活の中に野球はなかったですけど、学生時代以外は。ただバイクはね一人でやっぱツーリング行ったりなんだりしたんで、もうその趣味さえ取られたらもうシャレにならないと思ってたんですけど、そうね本当にね良かったなと思ってます。